はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタトイです。本日は SCA スペシャリティコーヒーアソシエーションでどんな事業をしているのか。コーヒーに少し慣れてくると、こんな疑問を持つ人が増えてくるかもしれません。自己流で入れれるようになったけども、なぜこうなるのかとか、自分のやり方は合っているのかであったりとか、そう考え始めると、どこか限界を感じると思うんです。一方で、これからコーヒーの仕事をしていきたいであったりとか、お店をやりたい、そう考えて SCA に興味を持たれる方もいるかもしれません。でも SCA といっても、どんな事業があって何を学ぶのかっていうのは意外とイメージがつかないと思うんです。なので、この動画ではスペシャリティコーヒーアソシエーション、略して SCA の事業の内容を資格を取る前の目線でできるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。で、どんな人が何から学べばいいのかというのもお伝えしていきますので、ぜひ最後まで見ていってください。何かのヒントになるかもしれません。はい。まず最初に SCA とは何かということなんですけども、簡単に説明しておくと、スペシャリティコーヒーアソシエーションの略称で、世界中のコーヒー業界に共通する基準であったりとか、考え方、もしくは整理、共有するための国際的な団体です。なので、いろんな国に SCA の業界があります。で、コーヒーを入れるバリスタだけではなくて、生産者であったりとか、焙煎士、あとトレーダー、豆の売買ですね、をする人だったりとか、研究者、コーヒーに関わるあらゆる立場の人たちが同じ言葉でコーヒーを理解できるようにすることが目的とされています。なので、SCA ではコーヒーの正解を教える学校ではないです。この入れ方が一番美味しいとか、この味が正しいとか、そういった答えを押し付けるのではなく、なぜそうなるのか、どう考えれば説明できるのかという共通の土台を学ぶ場所ですね。なので SCA の授業では技術だけではなくて、理論や背景、考え方そのものをとても重視しています。自己流でやってきた人ほど、バラバラだった知識が一歩の線につながっていく、そんな感覚を持つ人も多いのが SCA の特徴だと思います。今ではね、オンラインで様々な情報がありふれているので、もちろん自己流で学べますし、いろんな情報をもとに、自分なりの答えっていうのを見出せると思います。ただ、同じコーヒー業界の中の共通言語みたいな考え方を共有するにあたって SCA というのは共通言語みたいなのを作ろうというのが目的なので、その枠からはちょっと外れる可能性はあるので、もしこれからコーヒー業界にどっぷり伝わるのであれば、SCA を勉強するのは一つの方法だとは思います。では、ここから SCA の中に実際どんな分野があり、それぞれ何を学ぶのかというのを順番に見ていきたいと思います。SCA の6つの分野に関して説明していきたいと思います。スペシャリティコーヒーアソシエーション SCA は大きく分けて6つの分野に分かれています。まず1つ目が Introduction to Coffee。コーヒー全体の基礎を学ぶ導入の授業ですね。これは一番基礎になるところで、5つのスキルの中のその下にある基礎みたいな感覚で覚えておいてください。で、2つ目がバリスタのスキル。これはエスプレッソマシンを扱うために技術と考え方を学ぶところです。で、3つ目がブリューイング。これはハンドドリップなど抽出に関する理論を理解する分野です。4つ目が感覚スキルですね。味や香りを感覚ではなくて言葉で捉える力っていうのを養います。5つ目がグリーンコーヒー。グリーンコーヒー生豆の分野になるんですけども、生豆、生産、品種、生成方法など、コーヒーのスタート地点を学ぶ分野になります。で、6つ目がロースティング、焙煎ですね。焙煎機の扱い方や焙煎によって味がどう変わるのかというのを学んでいきます。これらはどれか一つが正解というものではなくて、自分がどこに立ってどこに向かいたいかによって選び方などの授業を選ぶのかというのが変わってきます。では、それぞれの分野で具体的に何を学ぶのかというのをもう少し詳しく説明していきたいと思います。はい。ではね、まずは Introduction to Coffee。コーヒーの基礎
を学ぶところなんですけども、SCA の中でも一番初心者向けの講座になりますね。コーヒー全体、全部を触り程度勉強するようなイメージです。コーヒーの歴史であったりとか、産地、品種生成方法や焙煎や抽出方法の基本的な考え方を一挙に広く浅く学ぶのが、この一番初めのイントロダクションとコーヒーという授業になります。ここで細かい技術を身につけるというよりかは、今後どこを深掘りしていくのかというのを決める地図みたいな感じで考えてもらえるといいかなと思います。で、次に、バリスタスキルなんですけども、ここで一つちょっと大事な認識をちょっと整理したいんですけども、一般的にバリスタって聞くと、コーヒーを入れる人という風な、イメージを持っている人が多いと思います。僕もそう思ってました。ハンドドリップしている人とか、どんな方法でもいいので、コーヒーを入れる人だと思ってましたが、SCA におけるバリスタスキルっていうのは、エスプレッソマシンを扱うためのスキルを学ぶ分野になります。というのも、現在のカフェでは提供されているコーヒーのほとんどがエスプレッソをベースにしていることが多いです。エスプレッソ、カフェラテ、カプチーノ、アメリカーノ。これは全てはエスプレッソマシンが中心になります。そのため、バリスタスキルの授業では美味しく入れるだけではなくて、エスプレッソマシンの扱い方、グラインダーの調整、あとミルクのスチーミング、泡立てたりとか、あとラテアートとかですね。あと作業の流れ、ワークフローっていうんですけども、作業の流れであったりとか、衛生管理、安全面など、実際の現場を前提とした内容を学んでいきます。つまり、この分野はコーヒーを入れる人ではなくて、エスプレッソマシンを扱うプロとしての基礎を身につけてもらうための授業だと思ってください。はい、次にブリューインなんですけども、このブリューインっていうのはハンドドリップやフレンチプレスであったりとか、紳士式であったりとか、サイフォンとかも同じくくりになるんですけども、エスプレッソ以外の抽出方法を中心に扱う分野になります。ここで学ぶのは、この器具ではこういう風に入れましょうというようなレシピそのものではなくて、抽出比率とか、粉の量と粒度とか、お湯の温度、抽出時間、器具の構造によっての違いっていうのを、なぜそれによって味が変わるのかっていう理屈を学びます。自己流で入れると、今日はうまくいった。今日はちょっと違うなって思うことがあると思います。そんな感覚があったとしても、理由を説明するっていうのは意外と難しいです。何が違うことによってどういう影響があって、味にどういう変化があるのかというのを、そういった感覚の部分っていうのを理論的に言葉と数字で表していく授業になります。なので、この分野はハンドドリップが好きな人はもちろん、味の再現性を高めたい人や、人に説明する立場になる人にとっては、とても相性のいい授業になると思います。はい、次はセンソリースキルっていうんですけども、感覚ですね。感覚的なスキルっていうんですけども、この分野は名前だけで聞くと、例えば味覚に自信がある人とか、才能が必要そうとか、そんな感じで感じる人が多いかもしれませんけども、この感覚スキルというのは、味覚をセンスではなくて、訓練できるスキルとして扱います。ここで学ぶのは、味覚や嗅覚の仕組みをまず捉えて、コーヒーの味覚である酸味、苦味、甘みの捉え方を学びます。で、香りの分類。この香りはどういう分類の香りであったりとか。で、カッピングと言われるコーヒーのその試飲の方法を、その基礎を学びます。だから、味をどういう風に感じ、どう言葉にするかというのがメインになる授業になります。美味しい、美味しくないで終わらせるではなくて、何がどう違うのかっていうのを説明できるようにしていきます。それがね、この分野の大きな目的になります。なので、感覚スキルはバリスタや焙煎士だけではなくて、豆を選ぶ人やお客さんに説明する立場の人にとっても、とても重要な土台になると思います。その味覚というのは、生まれつきの才能ではなくて、経験と訓練で少しずつ育て上げていくもの、そう考えさせてくれる授業でございます。で、次がグリーンコーヒーなんですけども、グリーンコーヒーは焙煎される前の生豆の世界を学ぶ分野でございます。ここではまずコーヒーがどんな植物なのか
というところからスタートします。コーヒーの植物学、品種の違い、そして世界の主な生産国や生産量のバランス、あとはコーヒーがどんな体制で作られて、どんな流通を得て、私たちの手元に届くのかっていうのを学びますね。で、授業の中ではコーヒーチェリーの構造や生成方法の違い、あとはその欠点豆の種類であったりとか、評価の基準、様々な国では様々な国によってのその基準っていうのがあるので、その勉強をしたりとか、オーガニックやフェアトレードなど認証制度についても触れられていて、品質だけではなくて社会的な背景を含めて理解していきます。で、そのグリーンコーヒーは味の良し悪しではなくて、なぜこの豆はこういう味になるのかっていうのを生豆の段階で考える視点を与えてくれる分野になります。豆を選ぶ人であったりとか、焙煎に関わる人、お客さんに豆を説明する人にとってとても重要な土台になる学びだと思います。で、次にそのロースティング、焙煎ですね。ロースティングはさっきの生豆の状態から熱を加えて味を設計する工程になります。SCA のロースティングでは感覚で焼くことよりも、なぜそのような変化が起きるのかというのを重視しています。なので、まずは焙煎機の扱い方、内煎機の種類、ドラム式であったりとか、熱風式といった構造の違い、もしくはガスであったりとか、電気であったりとか、熱源の種類やその特徴をまず理解します。そこから焙煎の各工程で豆の中に何が起きているのか、豆自身の密度の変化っていうのはどう変わるのかとかいうのを学んでいきます。そういったその熱の伝わり方などの化学変化について学んでいきます。ちょっと理科っぽいですけどね。コーヒーは結構理科的な感じのものが多いと思います。で、またその ROR と言われる温度上昇率の考え方や焙煎の進め方で風味がどのように変わっていくのか、どの時点でどういう状態になっていくのかっていうのを学んでいきます。ここで大切なのは、このプロファイル、この条件が正解という話ではなくて、豆の状態を理解して狙った味にどう近づけるのかというのをどう考えてどう判断するかっていうのを勉強しています。なのでロースティングっていうのはそのグリーンコーヒーで学んだ豆の個性をどのように引き出すかというのを考えるポイントです。だから焙煎士を目指す人はもちろん、自分の豆を扱う人、味の違いを説明する立場の人にとっては非常に理解が深まる授業だと思います。はい、ここまで SCA の中で6つの分野の5つのスキルっていうのをお話ししてきました。で、ここで一度これから自分がどのような形でコーヒーと付き合っていくのか、ちょっと整理してみたいと思います。SCA のその学びというのは全部順番に一個ずつ勉強していこうというものではなくて、自分が何が必要かというのを考えて必要なものを優先的に取得していけばいいなと僕は思ってます。で、その時にまず考えるのはこの3つだと思ってます。まずはコーヒーは趣味なのか仕事なのか。で、店舗はあるのかないのか。で、抽出はエスプレッソがそれ以外か。この3つの答えによって自分が何を優先すべきなのかというのが見えてくると思います。例えば、コーヒーが好きでもっと理解したい人ってなった場合は、最初はその、イントロダクショントゥーコーヒー、一番基礎をまず勉強してもらって、で、感覚スキルっていうのを覚えることによって、コーヒーの理解がより深まると思います。味をよりその感覚を言葉にできるので、コーヒーの全体像と味覚の土台を知ることで、言葉によって整理ができるので、この2つをまず選択してみるといいと思います。で、将来例えばカフェで働きたい。現場に立つことを中心にして考えたい。そんな人はバリスタスキルっていうのと、ブローイング、抽出ですね。この2つを、まずはバリスタだと思うんですね。なぜかというと、特に現在のカフェというのは、エスプレッソマシンを扱う場面が非常に多いため、ここは避けては通れない分野だと思っています。なので、バリスタスキルというのは一番優先的に取得すればいいかなと思います。で、次に自分の店や自分のブランドを持ちたい人で、経営にも関わっていく人であれば、イントロダクション基礎を土台にしてバリスタ、ブローイング、抽出ですねと、グリーンコーヒーを段階的に取得していくと、入れるだけではなくて選ぶ、説明する、設計するという、視点が必要になるので、
生豆を購入する、もしくは出来上がった豆を購入するときに、自分の豆がどういう豆なのか、どういう味なのかっていうのを理解しておかないといけないので、グリーンコーヒーであったりとか、自分の店を持つのであればバリスタ、エスプレッソマシンでの抽出が必要になりますし、ね、自分の例えばハンドドリップで抽出の方法の理論を、お客さんとこう説明するのにも必要になってくると思うので。で、カフェってただ単にコーヒーを入れるだけではないと思ってるんですよ。例えばカウンターにお客様座ってます。コーヒーを出しましたと。その時にお客さんとのコミュニケーションっていうのは意外と必須スキルになると思います。このコーヒーはどういうものでとか、お客さんの好みのもね、把握しないといけないので。なので、その説明をするだったりとか、お客さんのために選ぶだったりとか、そういったものを勉強すると、よりお客さんとのコミュニケーションにも役立つんじゃないかなと思います。お店は開かないけど豆を販売したりとか、豆作りに深く関わりたい。そんな人であれば、グリーンコーヒーとロースティングですね。生豆を理解しないまま焙煎しても、焙煎だけを知っているよりかは、その素材自体も理解できていると、よりいいものができると思うので、この2つを勉強するといいかなと思います。はい。なので、大切なことは、全部をやるのではなくて、今の自分に必要なものから選んでいくっていうのが大事だと思ってます。SCA はそのために選択肢を整理してくれる学びだと思いますので。はい。それではね、まとめに行きたいんですけども、自己流でコーヒーを入れ続けていくと、あるタイミングでこれ以上何を学べばいいんだろうっていう感じる瞬間が来ると思います。その時に知識を増やしたいのか、それともコーヒーを仕事として続けたいのか、この違いはとても大きいので、SCA の授業は誰かと比べるものとか、資格を集めるものではなくて、自分がこれからコーヒーとどんな形で付き合っていくのかっていうのを、その答えを考えるための一つの材料だと思ってます。コーヒーを仕事としてやっていく時に共通言語で話せた方がよりこちらが言ってることも伝わりやすいですし、相手が言ってることも理解しやすくなるので。なので SCA はそういった共通の言語を理解するものだと思ってください。なので店舗があるかないかとか、どんな抽出方法を中心にしていくのかとか、そういったのでまずはどの分野からスタートするか。そういったので、自然に順番が決まっていくかなと思います。なので、この動画が次何を学ぶべきか、次何を学ぶのかという考えるきっかけになればとても嬉しく思います。はい、本日は以上となりますけども、もっと細かく知りたいのであればコメントを残してもらえるとお答えしますので、よろしくお願いします。はい。ちなみに、僕はまずバリスタから取得しました。バリスタはコーヒーを入れる人だと思ったので、バリスタから取得しました。そしたら、バリスタはエスプレッソマシンだったんで、ちょっと思ってたの違うって思ったので、そういった僕と同じような人が出ないように、説明していきたいなと思ったので、この動画を撮りました。はい。はい、それではね、次回の動画でまたお会いしましょう。ではまた。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ロイヤルブルーコーヒーでは、自家焙煎のコーヒー豆やドリップパックを販売しています。詳しくは概要欄のリンクからチェックしてみてください。